皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。日本語スタラジオの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが日本で使える日本語を紹介します。このポッドキャストで私たちと一緒に日本の文化も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。はい、いつもはスクリプトを作って話しますが、今日はリラックスして進めたいと思います。テーマはあるんですか？はい、挨拶です。こんにちは、さようなら、ありがとうですか？簡単すぎですよ。そうですか。じゃあよし、どうしてこんにちはのわははと書くのか説明できますか？はい。皆さん、今日は挨拶について話しながら、日本人代表ヨッシーに言葉の意味について教えてもらいたいと思います。はい。お願いします。頑張ります。イエーイ。じゃあもう一度よし、こんにちはのわはわおんのわじゃなくてはひふへほのはと書きます。はい。これ日本人の子供でも結構間違えますよね。そうですね。こんにちは。はい。外国人の学生さんももちろんよくもちろん失礼だな外国人の学生でもよく間違える人が多いんですけど、どうしてこここんにちはのわははなんですか？このはは女子の皆さんがよく知っているはですね。だるー。皆さん知っていましたか？こんにちはのわは私は静かですのわなんですよ。はい。こんにちっていうのは、今日っていう意味です。はい、そうです。こんにちっていうのは漢字で書くと今日です。はい。だから今日はっていう意味ですね。こんにちはっていうのは。今日は何なんですか？今日は何なんですか？だって今日はだったら今日はふにゅふにゅふにゅですとかはい。こう文になるはずですよ。はいはいはい。だから今日は何々々っていうのを、うんまあみんな最初に今日はどうしようかとか、うん。今日は何しますかうんうんうんうとか、ん。まあそれがもう皆さん今日はっていうので、もうみんな同じように言うから、それが挨拶に変わったんですよ。なるほど。今でもっていうか普通にフォーマルな時って今日とか言うじゃないですか。はい。普通に使いますね。今日はっていう今日っていう意味で今日って使うので、まあこんにちはいい天気ですねとか、今日はいい日、こんにちはいい日ですねっていう時の長い挨拶が短くなったんですね。はい。だからこんにちはのははと書くんですね。はい。じゃあこんばんはは同じですね。はい、こんばんはもうわかるよね皆さん。今晩は今日の夜だから同じですね。今日の夜は、いい晩ですねというようなはい。挨拶が短くなってこんばんはになったんですね。はい。はい、だからこんにちはこんばんはのわははと書くんです。これでもう間違えませんね。はい。静香先生、なぜ朝だけおはようなんですか？おはようっていうのははようっていうのは早いなんですよ。はい、漢字でも書きましょうか。はよう。はい、だから朝は早い時間です。お早いですねということで、それがおはようになりました。はい。はい、ございますはですかな適当なこと言ってますけど早いですねということだね。はい。はい、早いですねということです。はい。じゃあよしなんかバトルみたいになってますけど、はい、挨拶バトルみたいになってますけど、ちょっと待ってください。
多分ありがとうはなんか言わなかったっけ、エピソード10でありがとうの由来みたいな言ってないのかな、言ったような気がするんですけど、あったような気あったような気がしますがしますよね、しますよよね、ありますね、そうそうそう、エピソード10で何々のおかげでとかしてあげる、してもらうっていう文法を勉強したんですけど、その時にありがとうは実はこういう意味ですという話はちょっとだけしたんですが、もう一度、よし、ありがとうは英語はサンキューですけど、どういう意味なんでしょうか。ありがとうっていうのはありがたいっていう言葉が、変わった感じですね。うんうん。ではい、あ、すいません。ありがたいっていうのは、漢字で書くとありっていうのはあることですね。うんうんでがたいっていうのは難しいっていう漢字なんですけど、うんうん難しいことがあるっていうことなので、うんそれが、めったにないとか珍しいとかなので、それに対して嬉しいとか、うんうんそういう気持ちでありがとうっていう使うんですね。そうそうそう、はいそうなんですよね。ありがたいって今でも形容詞で使いますけど、ありがたい言葉とかありがたい経験とかありがたかった、もちろんいい形容詞です、使いますけど、そうなんです。ありがとうっていうのは感謝の言葉なんですが、あることが難しいというコンセプトから来ていて、それが珍しいことだからそれに感謝するという気持ちなんですよね。はい、私は結構このありがとうっていう考え方がすごく好きですね。うんうんうん、はい、はい。どうぞ次。次、こんにちは、こんばんは、おはよう、ありがとう言ったので、そうですね。じゃあ、寝るとき寝るときなんて言いますか？今ちょっと言いましたよね。おやすみなさいです、おやすみなさい。はいはい。これも皆さん多分一番最初のレッスンで勉強したと思うんですけど、おやすみなさい。寝る前に言いますよね。はい、でも、英語はグッドナイトだから多分いい晩をとかいい夜をみたいな感じになるんですけど、日本語おやすみなさいはちょっと違うんですよね。はだっていい夜をじゃないじゃないですか、おやすみなさいって。はい。もともとどういう意味だと思います？休んでねはい。っていう感じそうですですね。そうです。はい。そう、おやすみなさいの休みは休みますという動詞ですよね。はい、はい。なので休んでくださいという、はい、意味ですね。はい、なさいはコマンドフォーム、一応命令形で、エピソード何かな、19、エピソード19でも勉強しました。座りなさいとか、はい、見なさいとか、そういう時に使うんですけど、はい、ここはおやすみなさいは休んでくださいという意味になります。はい、じゃあ、よし、ご飯を食べる前は何と言いますか？いただきます。皆さんもアニメとかよく見ると思うんですけど、ご飯を食べるときにいただきますと言います。これってどういう意味ですか？いただくっていう謙譲語ですね。そうですね、謙譲語ですね。ははいい、はい、もらいますの謙譲語です。はい、そうですね。多分英語でテキストを見ると英語で Thank you for the meal とかそんな感じなんですけど、もちろんその感謝の気持ちはあるんですけど、いろいろなところからいろいろなものをもらっているので、その自分がもらうものにありがとうという気持ちがあるですね。はい、はい。だからよく言うのは命をいただくとか、はい、はい、そういう考え方をすると言われてますけど、はい、はい、次ごちそうさま、はい、ご飯を食べた後に言うごちそうさま、ですよね。はいはい、これはどうですか？ごちそうっていうのはその食べ物のことですよね。なんかすごいいい食べ物とか、今日はごちそうですねって言いますよね。はい、
それに様がついてるそうでごちそうさまでしたパストテンス過去形になるので、まあ、今日の食べ物はとてもいいご飯でしたという意味になるんですけど、はいでもそもそも漢字がちょっと難しいけどちそうごちそうの語はまあ丁寧だから、はい、窃盗語ですね。でちそうのそうは走りますっていう走るっていう漢字があって、でそもそも地層というのはいろんなところを走っていろんなものを準備するという意味があるんだそうです。はい、なので一生懸命ご飯を準備してくれた人にありがとうっていう意味なんだそうです。はい、次皆さん出かけるとき家を出るときに何と言いますか？行ってきます。行ってきます。はい。はい。これは結構簡単ですよね。はい。動詞が2つあります。行くと来るですそうね。そうそうそう、はい、行ってまた帰ってきます。行ってきますですね。はい。はい。だから行きますじゃなくて行ってちゃんと帰ってきますよという意味の挨拶ですね。はい。で、出かける人は行ってきますと言うけど、家に残る人は行ってらっしゃい。行ってらっしゃいと言いますね。はい。はい。ここも行って行きますが入ってます。はい。はい。行ってもう一つあるか。いらっしゃいが入ってるのか。はい。はい。だから行って帰ってきてねという意味、はい。はい、になります。じゃあ帰ってきた時はただいま。ただいま。ただいまはただ今。まあそうで今は皆さん分かりますよね。今何時ですかの今ですよ。はい。だからただいまは今帰りましたっていう意味ですね。はい。はい、本当はただいま帰りましたっていう長いこうワンフレーズなんですけど、挨拶だからまあそれが短くなりました。今はただいまと言います。はい。で帰ってきたただいまって帰ってきたら家にいた人は何て言うんですか？おかえり。おかえり。おかえりはおかえりはそのままですね。そうですね、まあ帰りますという言葉がここにもあるから、あ帰ってきましたねということだね。はい。はい、そうなんです。だから言葉を勉強するときに言葉だけ音だけ覚えるのもいいんだけど、私はこうやってこの言葉が持つ本当のコンセプトは何なのかを考えるのがすごく好きです。はい。うん、じゃあ静香先生、僕も知らないんですけど、はい。すみません。これの意味はあ何ですか？すみませんはでも普通にませんって動詞の否定形じゃないですか、ネガティブ。はい。はい、でだから住むっていうのは無事に終わるってことですよね。はい。だから無事に終わらないんですけどっていう私ちょっと悪いことしちゃったのでちょっと簡単には終わらないんですけどから始まって、はい。すみませんがダダダダダダダっていうそういう意味なんですね。謝る言葉はいはい。だと私は思ってるんですけど、合ってるんですか？だからほら男言葉とかほらなんか侍言葉だったらすまないとか言うじゃないですか、はい。あれも同じ内形、すむすまない。だからすみませんということで今からやばいことを言いますよ、ちょっと心の準備をしてねっていう挨拶だと私は思ってます。じゃあごめんは？ごめんはそれこそそういう免罪符の免だから許すっていう意味ですよね。でももう許してねごめんみたいな感じでしょ。はい、はい、免じるっていう言葉があるので、はい。そう許してねはい。バザーみたいなパサーは侍ごめんバーみたいなだからもうやっちまったって感じです。
自分は悪いことをした、そういうことです。はい。はい。まあそんな感じですね。多分はい。はい。さすがですね。ありがとうございます。はい。そういう言葉の意味を考えるのが私は好きです。そうなんですか。はい、そうなんです。じゃあ、挨拶たくさん出ましたけど、最後、よし、いつもこう友達と遊んで、その日最後に別れる時って何て言いますか？バイバイ。バイバイそう、バイバイとか、またねとか、じゃあまたとか、また来週、また明日とか。じゃあ、さようならって使いますか？まあ友達とはあんまり使わないですね。どういう時に使いますか？いやーなんかなんかそうですね、結構重いですよね、さようならっうて。でも学校では毎日使いましたよね。先まあ生さようならとか、そうですね。はい、はいだから日本語学校とかでもさよならは結構さよならまた明日とかはいはいは言うんですけど、今もう普通に友達と会ってる時とか、はい、あと仕事の時とかにこう別れる時にじゃあさようならって言うとちょっと悲しい感じが、はい、はい、するんですよね。そうですね。はい、はいもう多分会うことはないでしょう、さようならという感じがどうしても、はい、はい、するんですよね。だから、皆さんも多分さようならはあんまり使わないと思うんですけど、はい。はい、じゃあさようならってどういう意味なんでしょう？どういう言葉から作られてるんでしょうか？さようっていうのはそうですとか、うんうんそういう意味なんですけど、うんうんさようなら、そうであるなら、うんうんうんて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 ん。てん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 そうそうそう、奈良は結構普通に初級で勉強できる。例えばスキーなら北海道がおすすめですよとか、うんえっと雨なら行きませんとかそういう時の奈良ですね。さようならの奈良は、はい、でさようっていうのは侍のそうですっていうことですね。はいはい、そうだからそうならっていうこと、そういうことならっていうことですよね。はいはい、だからそういうことなら私たちはもうこれでバイバイですとはいはい、そういう意味ですね。はい。はい、皆さんわかりますかね、これ。大丈夫、ここに英語の翻訳出てくるからはい、ポッドキャストの人はわかりませんよ、これ。ならそういうことならそういうことなら、はいなんでそれが別れになるのかっていうのが。タイミングですよ。もタイミングういろいろあってもうこの時が来たね、じゃあそういうことならもうここでさようならバイバイ、はいはいはい、ということで、さようならばここでバイバイしましょう、そういうことならもうここでバイバイしましょうはいという考えが基本にあります、はいさようならは。はいはい、だからなんだろう、ちょっとなんだろう、名残惜しい感じ。結構今潔くないですか。カットする潔くないそうさようなら、そうであるならばもう終わりですよっていう。じゃあもうここでみたいな感じ。ここでっていう、また会おうじゃないですよね。もう時間だからバイバイみたいな感じですかそうですね。はい、そういうことならもう終わりです。そうですよね。ということシーウレターとかじゃないじゃないですか。はい、また会いましょうまた会いましょうっていう感覚はがないですか。い、はい、もうここで終わりですよみたいな。冷たいですね冷たい感じがありません、なんか侍の禅のコンセプトじゃないですか。全関係ないでしょ。知らないです、適当に言ってます侍と禅はそんなに関係ないですよ。そうですか。はい。はい、まあちょっと日本のその文化の、ね、何かあるかもしれないですね。そうですね。だってほら昔はもう一回バイバイしたら電話もない、もちろんメールもない、手紙もないかもしれない、もう二度と会えないかもしれないから、はいだからそれならもうここでお別れです、はい、自分の道を行きましょうということで、はいはい、だからさようならって今使うと
ちょっと冷たかったりもう会えない感じがするのかもしれませんね。まあそうですね、そうかもしれないですね。はい、はい、そうですね。で私たち今さようならについていろいろ話したんですけど、はいはい、ちょっと私たちからもさようならを言わないといけないかもしれないんですね。よしそうなんですかさようならを言うつもりはありませんが、皆さんにちょっとお知らせがあるんですね。はい。スタラジはこのエピソードで30回目です。4月から毎週、月曜日にアップしていたんですけど、これからの時期、冬とか今秋ですかね、秋から冬っていうのが、僕はちょっと忙しいんですよね、いつも毎年。はい、で静香先生もちょっと忙しくなるっていうこと そうですね、はい、ちょっと続けるのが難しいかもしれない。そうですね、この30のエピソード、私がスクリプトを考えて、でこうやってカメラを使って撮影して、ヨッシーがその撮ったビデオを編集してくれていたんですけど、私たち2人ともちょっと秋と冬は忙しくなるので、そういう時間がなかなかないかもしれないんですよね。はい、はい、そうなんです。はい、なので今、4月からは毎週月曜日に毎週アップで頑張ってたんですけど、ちょっと秋と冬は少しお休みしながら、はい、ゆっくりアップで進めていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、たまにはい、たまにはい時々、はい、今みたいにこれまでみたいに毎週アップはできないんですけども、時々ビデオを撮って皆さんにちゃんと見てもらえるように続けていきたいと思っているので、よろしくお願いします。はい、静香先生は一人で動画を撮って、はい、アップしてるみたいなんで、はい、はい、それも見てあげてください。そうですね、このスタラジのタイプではできませんけど、私一人で喋ってるビデオも時々アップしてるので、そっちも楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、はい、あとなんかお知らせがある、お知らせはい、そうですね、私今まではオンラインでレッスンしてたんですけど、最近大阪とか京都に旅行に来た人たちに、例えば1日3日とか1週間とかで、朝の1時間だけ2時間だけとか日本語を教えるレッスン、日本語を教えています。はい、でYouTube の下からもちょっとチェックできるので、もし興味がある人、日本に来る予定がある人はぜひ私のところに遊びに来て、少しだけでいいので一緒に日本語を勉強してみませんか？ぜひ、はい、連絡してください。待ってます。はい、皆さん日本語の勉強頑張ってください。はい、はい、ということで一旦ちょっとここで休みますけど、まだまだスタラジとこのチャンネル日本語スタジオは続きますので、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでさようならは言いません。皆さんまた会いましょう。またね。バイバーイ。